こんにちは、すいみーです。突然ですが、今回の旅は京都駅からスタートです。撮影は2月の後半、お天気はあいにくの曇りです。今回は日帰りという感じになってしまいますけども、1日でどれだけお寺巡りができるのか、とあるエリアに行ってみたいと思います。ちょっと手荷物があるのでコインロッカーに預けます。京都駅付近はコインロッカーがすぐ満杯になってしまうので、できるだけ早い時間に預けるのをおすすめします。私はここのコインロッカー結構好きなんで、京都に来た時よく使います。駅から京都タワーの方に向かって歩いていくと、信号を渡るまでの間に右の方にあります。おー、結構空いてる。長年使ってるキャリー、シールくっつけたまんまだな。荷物を預けて身軽になりました。今から乗る電車なんですけれども、 JR の山陰本線というのに乗っていきます。これから電車とバスを乗り継いで、あの黄金に輝く有名なお寺、金閣寺のエリアに行ってみたいと思います。金閣寺まで行くには京都駅から何通りか方法があって、バス1本で行けるルートもあったんですけども、所要時間が片道1時間近くかかるみたいだったんで、それはちょっとやめました。あとは電車とバスを乗り継ぐ方法が2パターンぐらいあって、また今回私が巡った順番と逆ルートを回るのもありなんじゃないかなと思います。なのでぜひ最後まで動画をお楽しみください。ちなみに時間を記録するの忘れてたんですけど、京都駅を出発したのがだいたい10時台ぐらいだったと思います。あ、円町、ここです。この駅で降ります。JR 円町駅です。ここで下車しました。ここから少しバスに乗って行きます。駅の真ん前にあるバス停がありました。これかなと思ったんですけど、ちょっと違うみたいです。ちょっと待てよ。なんかバス停いっぱいある。交差点の周辺にバス停いっぱいある。よく見たら金閣寺へ行くバス停はいいというバス停だったみたいです。私一応地図は読めるんですけど、たまに方向がわからなくなることがあるので、本当に気をつけないと全然違う方向のバスに乗ってしまうところでした。危ない危ない。バス来たけどめっちゃ混んでる。というわけで次来たバスに乗りました。全然空いてて座れた。金閣寺に行くバスは E というバス停から出てる204か205に乗ればいいみたいです。いつも思うけど旅先のバスは難易度高いわ。さっきのバス停英語表記がなかったんだけど、海外の人どうやってバスに乗ってるんだろう。金閣寺道というバス停で降ります。バス停から金閣寺までは近いです。これは迷わず行けそうですね。観光客でごった返してるのかなと思ったけど、この辺りはそうでもなさそうです。中に入ったら人いっぱいいるのかな。おー、これは金閣寺らしいですね。ソフトクリームに金粉がくっついてる。食べてみたいけどちょっと寒すぎるかな。2月というのもあって閑散期だからか観光はしやすそうです。ただやっぱり寒いですね。金閣寺のあるお寺の敷地内はこんな感じです。六恩寺、正式名称が北山六恩寺というそうです。この先にチケットを買うところがあるんですけど、少しずつ人が増えてきてる感じです。
このお札みたいなのがなんと金閣寺のチケットです。どう見てもお札やで。そういえば昔実家の台所にこれが貼ってあった。入り口から入って割とすぐのところにありました。黄金に輝く六恩寺の金閣です。すみません、ここでのメインの映像が一瞬で終わってしまったんですけど、金閣の建物、あれを撮影できる場所にですね、撮影に関するいろんな厳しいことが書かれてあったので、念のため静止画にしました。雪が降ったらこんな感じになるみたいです。美しい。六恩寺境内がこんな感じ。ゆっくり回っても1時間もあったら十分なんじゃないかなと思います。そういえば言うの忘れてた。拝観料は500円でした。そしてこの金閣の中、この中に何が入っているのかというと、釈迦如来像や足利義満座像などが安置されているということです。私知らなかったんですけど、実は金閣建物ごと1950年に一度全焼しているらしいです。そして1955年に再建されたという風になってます。建物自体、実はそんなに昔じゃなかった。火災の原因は放火で、なんと当時ここで修行していた若い僧侶によるものだったそうです。放火の動機は美への嫉妬。このことがヒントになって描かれた三島由紀夫の小説もあるそうです。出口に出てきました。ここがお土産とかが買える建物になってます。もう9割ぐらい外国人観光客です。じゃーん、お団子休憩です。京都といえば抹茶。ついつい抹茶味のお団子が食べたくなってしまいました。ちょっと思ったのと違ったかも。砂糖の甘さが強すぎて、正直な感想すみません。私には甘すぎた。金閣寺を出て次の目的地へ向かいます。私が行きに通ってきたバス通りとは違う道になるんですけど、絹かけの道、この道を歩いて進んでいきます。そしてその前にお昼ご飯にしたいと思います。絹かけの道を歩き始めてすぐに美味しそうなお店を発見してしまいました。鯛めしまきさんというお店です。主に鯛を使ったメニューがいろいろあります。鯛そば、鯛茶漬けというのを注文しました。このラーメンを食べ終わった後にお茶漬けができるというものです。なんて美味しそうなんだ。お昼ご飯が2倍楽しめる。このお出汁が本当にもうパーフェクトでした。あっさりしてて食べやすいのに物足りない感じが全然ない。で、こんな感じで残ったお出汁にご飯を入れて、こんな感じでお茶漬けにします。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。では絹かけの道歩いていきます。飲食店がちらほら見えます。どっちかっていうと、来た時に降りた金閣寺道のあの辺がお土産屋さんとか飲食店がたくさんある界隈だと思います。今回は素通りしてしまいました。看板が見えてきました。龍安寺と仁和寺です。この絹かけの道をまっすぐ歩いていくと、2つの大きなお寺に立ち寄ることができます。なんか人通り少ないな。観光客があんまりいません。この何もない感じの道も通っていきます。ちょっと不安になります。そしてお天気もちょっと危うくなってきたんだよな。だいたい20分ぐらいかな、歩いて龍安寺というところに到着しました。ここ龍安寺は古都京都の文化財として世界遺産に登録されています。拝観料は600円。時期的に緑や花がないような季節になるんですが、桜の木かなと思われるような木がたくさんありました。春とか新緑の季節に来るとすごく良さそう。
そしてあの有名な石庭、あれを見ることができるみたいです。龍安寺の境内が結構広い。ゆっくり見て回ったら1時間以上はかかりそうです。今日はこの後仁和寺というところにも行きたいので、残念ながらあんまりゆっくりすることはできないんですけど、京都の観光は詰め込むんではなく、時間に余裕を持って風情を感じながらゆっくりといろいろ見て回るのがいいんじゃないかなと思います。これから石庭のあるところへ行きます。実は下調べ何もしてなかったんで、ここへ来て初めてあの有名な石庭を見れるということが発覚しました。この特別公開というのもやってたんですけど、入り口のところで拝観料を払った時にもらったチケット、これで石庭のところに入ることができます。そして私はこの何と表現していいかわからない不思議な空間に圧倒されてしまいました。例えば早朝とかほとんど誰もいないような時間帯に来て、あのど真ん中に座ってじーっとお庭を眺めてみたいです。本当ああいう場所で時間とか気にしちゃダメですよね。池を一周するような感じで戻ってきました。龍安寺を出て早速次の場所へ向かおうと思います。雨降ってきた。しかも傘持ってない。なんで傘を持ってこんかったんや。近くにカフェがあるみたいなんで、ちょっと雨宿りと休憩がてら寄ってこうかと思います。コーヒー福井さんというカフェに入りました。店内は落ち着いててゆっくりできそうな感じの雰囲気です。ホットコーヒーと抹茶ケーキにしました。やっぱり京都では抹茶を食べたい。この抹茶ケーキ、バターの代わりにグレープシードオイルが使われているということで、軽い手作り感。これ何個でもいけるやつだ。こちらのコーヒーがまたとってもいい香りで本当に美味しかったです。ぜひまた来たい。ほっこりできてよかった。そしてこれから仁和寺を目指します。といってももうほんと近くまで来てるんですよね。あともうちょっとだと思います。すごいなんか丸太いっぱい乗ってる。杉かな。あ、何か存在感のある建物が見えてきました。あれか。おお、あれが仁和寺か。動画では伝わりにくいかもしれませんが、めちゃめちゃ存在感あります。この門。拝観料は800円です。実はこちらの境内とっても広くて、いくつかの建物の中に入る拝観料が別になってるみたいです。そして境内の地図こんな感じです。もうこれは一日ここで過ごすって決めてゆっくり見て回った方が良さそうです。で、これから拝観させていただくのがこのエリア。一応確認して撮影しても大丈夫っていうところだけカメラを回しています。私が今回払った拝観料だけで見れる場所なんですけれども、仁和寺御所庭園と呼ばれていて、
4つの建物とそれをつなぐ回廊、そして2つのお庭、それらが特徴となっています。なんか今コン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 って工事やってますね。これはどこかに安置されている仏像たちでしょうか。工事中の壁がいい感じになってます。ここが北庭というところです。遠くに五重塔が見えますね。あの五重塔がこれかという感じで見ています。あんなに遠くに見えるのに同じ敷地内なんてめっちゃ広いよ。実はちょっと時間が少なくなってきたので急いでます。なんか強そうなだるまさんの絵馬があったんで、これで願掛けをしていきたいと思います。奥の方に不動尊があって、そこでやったらいいよと教えていただきました。五重塔を発見。ここはまた別で拝観チケットを買って中に入れるみたいです。これだ。一眼不動、水かけ不動って書いてますね。お不動様にお水をかけてお願いするそうです。こんな感じで書きました。仕事と私生活のバランスと健康と旅の安全、すべてが整って動画が更新できるということなのだ。大変残念なことに時間が押してきておりまして、全部ゆっくり回ることができなかったのが本当に惜しいんですけれども、最初に入ってきた仁王門の方に戻っていきます。では仁和寺を出て歩いて5分ぐらいのところにある小室仁和寺駅へ向かいます。後ろが見引かれつつも京都駅へ戻っていきます。京福電気鉄道北野線。
撮影所前駅で降りて JR 渦政駅で乗り換えます。帰りは夕方4時台の新幹線に乗らないといけなかったんで、最後の仁和寺は急ぎ気味になってしまいました。京都駅に到着しました。今日の観光は朝京都駅を出て京都駅まで戻ってくるのにだいたい6時間ぐらいだったかなと思います。お寺を3カ所回ってみて思ったんですけど、やっぱり京都観光は京都独特の雰囲気や風情を味わうのが本当にいいと思いますので、時間に余裕を持った観光をおすすめします。特にお寺の中に入ると特別拝観なんかやってる場所もあるので、そういったところはせっかくなのでやっぱり見ていきたいもんです。仁和寺の五重塔入ってみたかったな。今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録とグッドボタンポチッとよろしくお願いします。投稿が不定期なのでベルマーク通知の設定もおすすめします。いつも見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。これは京都駅で買ったお稲荷プリンというプリン。滑らかで上品な甘さ、柔らかめのプリンが好きな人におすすめ。ではまた次の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。